ペンネームふみちゃん、50代の女性からいただいた相談です。私は自分に素直になれません。人からアドバイスをもらうのですが、アドバイス通りにすれば良いと思う自分と、うまくいかなかった時にアドバイスをもらった人のせいにする自分とのせめぎ合いなのです。人のせいにする自分が嫌いで、そんな自分を見るくらいならアドバイスを聞かない方が良いのではと思い、自分に素直になれないのです。自分と向き合い素直になるにはどうすれば良いのでしょうか。仏教には因果という法則があります。原因があって結果があるということが因果です。物事には必ず何か原因があって、もちろんそこにさまざまな他の要素とか要因も加わって、でもそれが結果になっていくということですね。当たり前のことのようなんですけれども、必ず原因があって、そしてその他の要因なんかも加味されるかもしれませんが、原因があって結果がある。私たちが生きている上でさまざまな出来事に直面しますね。何か良いこと、良いと私たちが感じることもあれば、ああしまったと思うこともある。残念な結果になることもあるし、もう本当に悔やんでも悔やまれないような結果になることがあったりします。でも辿ってみると原因があって結果があります。さて、ふみちゃんが今回相談してくださったこの私は素直になれませんっていう時のこの状況なんですけど、確かに素直さってとっても大切なんですが、誰かがアドバイスをしてくださるっていうこの設定、ね、自分が誰かに、これはふみちゃんがアドバイスを誰かに求めたのか、誰かがふみちゃんの様子を見ててアドバイスを勝手にくださるのか分かりません。自分から求めたアドバイスなのか、誰かが親切心と言いますか、おせっかいと言いますか、勝手にいろいろアドバイスをしてくださっているのか、それは分からないんですけど、いずれにしてもふみちゃんがアドバイスに対して素直になれないということは、ふみちゃんが何かなそうとしていることがあって、それがうまくいっていないからアドバイスを自分が求めたり、あるいは誰かがアドバイスをくださったりするわけですよね。もう一度言います。アドバイスをもらったことに対して素直になれるなれないというこの状況は、おそらくその背景にね、ふみちゃんが何かをなそうとしている、しようとしているけれども、それがうまくいってないか、あるいはうまくいっていないように周囲に受け取られているがゆえにアドバイスをしてくださるんだと思うんです。あるいは自分がアドバイスを求めるんだと思うんです。で、この時に素直になれない自分がいるということなんですが、問題は何かというと、この何か自分がなそうとしている時にそれがうまくいっているんであれば、先ほどの原因と結果です。ふみちゃんさんがなそうとしていることがうまくいっているということは、ふみちゃんさんがそのうまくいっていることの前にそれに向かって積み上げている過程があるわけですね。で、この過程がうまくいく過程を積み上げていけば、結果もおのずとうまくいくんです。そうですよね。で、ところが結果がうまくいっていないということは、あるいはうまくいくかどうかわからないということは、この過程に正しい過程を積み重ねていかなきゃいけないけど、その結果の前にね。で、これがうまくいってないから、あるいはうまくいってないと思われているから、誰かがアドバイスをしてくださるのだと思うんですよね。あるいは全くこれまでやったことないことにふみちゃんがチャレンジをしようとしていて、でそこに対して誰かがアドバイスをしてくださっているのかわからない。でもわかんないですか。でも大事なことは、どうせアドバイスを聞くのであればね、誰のアドバイスでもいいということではないんですよ。これが人生にとってとっても大事なことであればあるほどね、誰かにアドバイスをせっかく聞くのであれば、それは誰のアドバイスでもいいということではないわけです。ね。例えばね、新しい
初めての喫茶店に入って、行ったことがない喫茶店に入って、そこの喫茶店はパフェが売りですよ。で、チョコレートパフェ、イチゴパフェ、マロンパフェ、いろいろあった。わ、どれも美味しそうだなって言った時に、どれがおすすめですかって言って、で店員さんが、って、私だったらこれが好きですかねって。じゃあ私も。ね、で、それが、たとえ自分の好みであった好みでなかったと別に人生にとってそんなに大きな影響を与えませんよね。私はあんまり好きじゃなかったので済む。でもこのアドバイスが人生に大きな影響を与えるようなとっても大事なアドバイスであればあるほど、誰のアドバイスっていうことが大事になります。そうですよね。誰のアドバイスっていうことが大事になります。で、どんな人にじゃあアドバイスを受けたらふみちゃんさん素直になれますかって言った時に、自分が尊敬できる人とか、すでに自分がなそうとしていることをすでに成し遂げて結果を出している人とか、そういう人のアドバイスだったら大いに受け入れたらいいと思うんです。聞けると思うんです。でもそうでない人のアドバイスだったらあまり聞いても効果的かどうかっていうのは分からないですよね。で、それは素直に受け取れないっていうのは当然の話なんですよ。ね。で、アドバイスっていうのは大事です。ね。でも誰からアドバイスを受けるかっていうのはもっと大事です。今自分が何かをやろうとしていて、あるいはやってみて、でそれがなかなかうまくいってないんだったら、そのうまくいってないということの延長上にうまくいく可能性は残念ながら少ない。だからそこにアドバイスが必要なわけですよね。だけれどもこのアドバイスをしてくれる人がとっても大事ってことです。相手を信頼していないので素直に聞けないというのがふみちゃんの中で起こっていることだと思うんですね。例えばね、ふみちゃんがフィギュアスケートをやってたとします。始めたとします。トリプルルッツの飛び方うまくいかないって言った時に、なんかいつも通ってるスケート場で、なんかスケート場行くと誰か一人おせっかいおじさんみたいな人がいてですね、なんかうまくいかないとね、おじさんがスーッと来てアドバイスしてくれたりすることあるんですよ。で、私もアイススケート好きで時々行くんですが、でアドバイスしてくれたりすることがあったりするんですよね。で、そうすると、いや、私は自分があんまり上手じゃないので、いろんな人のアドバイス、アドバイスしてくださるんだと思って聞くんですが、でも時々ね、明らかに私よりもあんまり上手そうじゃないおじさんがアドバイスしてくれたりすることがあったりするんですね。私よりもちょっとこの人なんかかつてやってらっしゃったのかもしれないけど、私よりあんまり上手じゃないんじゃないかなってむしろ思ってしまうような人は、そうすると「ありがとうございます」って言いながら、なんだかなと思いながら思うことありますよね。だけど、一応アドバイスしてくださるのありがとうなこと言います。でもね、これが荒川静香さんがアドバイスしてくださったらどうですか？羽生結弦さんがアドバイスしてくださったらどうですかって、もうこんな目キラキラにして「本当ですか？ありがとうございます」って聞きますよね。そう、誰にアドバイスを受けるかってことがとっても大事なんです。例えばふみちゃんさんがお相撲さんだったとしてね、あるいは相撲大会で勝ちたいと思ってる人だとしてね、でテレビの前でねビールを飲みながら大相撲初場所千秋楽の NHK の中継を見ながらですね「いけいけ!」とか言って「おいそこで押し切れ!」とかね、なんか言ってる親父さんのアドバイスを聞きたいと思いますか？と多分思わないと思います。でも例えばね、朝青龍さんのアドバイスしてくれたらもう素直に聞きます。目キランキランにしながら、くるんくるんにしながら、可愛くなってね「はい、ありがとうございます」って聞くと思うんですよ。そうですよね。そう、ふみちゃんさんがアドバイスを素直に受け取れないっていうのは、おそらくそれはアドバイスをしてくださる方に対してふみちゃんさんがね、ふみちゃんがその人を信頼してない、あるいは尊敬してない、何か疑いの心を持ってるっていう人のアドバイスだからだと思うんですね。で今のふみちゃんの質問の背景に、どんな時にどんなアドバイスを
してくださって、それを素直に受け取れる受け取れないと思ってるのかはわからないんですが、でも言えることは何かというと、自分の人生にとってとっても大切な局面だと思えば、やっぱりふみちゃんが参考にすべきアドバイスというのは、そのことをすでに成し遂げている人とか、しかも非常に巧みに成し遂げている人とか、そういう方々のアドバイスを聞いた方がいいと思います。でもしそのアドバイスというのが普段のふみちゃんの何かしらあまり望ましくない性格とかね、人と衝突してしまうようなそういう性格に対してのアドバイスであったりとか、もっと自分の普段から自分のことを見てくれてる人じゃないと、ふみちゃんのことがわからないような、その人じゃないとできないようなアドバイスであれば、逆にカチンとくる、あるいは受け取れないって思うかもしれないけども、一旦聞いてみるという価値はあるかもしれません。さて、処方箋といいますか結論といいますか話をまとめますと、今ふみちゃんがおっしゃってるこの素直になれません、アドバイスに対して素直になれませんっていうこのアドバイス、またその状況ですね、アドバイスを受けなければいけない、あるいはもらう状況について、何か自分の人生にとってとっても大事な結果を、良き結果をもたらしたいと思うような、この何かを成し遂げたいと思うときに受けるアドバイスは、ぜひ中途半端な人じゃなくて、圧倒的にその道で結果を出している人とか、やはりその道に精通している人のアドバイスを受けた方がいいと思います。ね、その方が自分も素直に受け取れるし、またそのアドバイスも的確だったりします。で、一方で、自分の普段の細かな性格とかね、なんか普段家庭の中とかで時々ごちごちごちって言われたりする家族とか知り合いとか友達に、それはやっぱり普段慣れ合いの関係でいたりとか、自分がその人に対しての尊敬があまりなかったり、もっと言うと自分より下だと思って見下してたりする場合にですね、そういう人から言われたアドバイスというのは素直に受け取れないみたいなことが起きますよね。だけれども近いからこそ知っててくださってる面とか、外だったら絶対に剥がさない化けの皮を自分の近くだったら油断して剥がしてしまうから、いろんな面が近くの人に見えるんです。だけどもアドバイスをされたり指摘をされたりするとちょっとカチンとくる。でもどこかで頭に入れておくべき、カチンとくるということは自分もそこを認めてるっていうことです。どっかでつつかれちゃ嫌な指摘されたら嫌なところに対するアドバイスかもしれない。でそういうところはどっかで頭に入れておいて、素直にはなれないけども一理あるよなって、私もそういうところあるよなっていう反省材料にすることができますよね。ということで私たちはね、みんなね、素直さってとっても大事です。大事ですけれども、じゃあ素直になって誰のアドバイスでも受け入れればいいかというと、それは単なる愚か者なんですよ。そう。だから人からのアドバイスというのは、一旦ねアドバイスをしてくださる方があったら、自分の中でちゃんとフィルターを作って、そしてこのフィルターのところで一回ね、一次審査をするわけです。ありがとうございます。そういうアドバイスしてくださった。ね、そしたら、でもそれを自分のものとして内側に取り入れるかどうかというのは、自分でね判断して、この人のアドバイスというのは取り入れていいかどうか、それがその道で圧倒的な成果を出していらっしゃる方のアドバイスだったら取り入れてみるということは価値があるかもしれませんね。あると思いますよ。けれどもそれを全然やったことがない人のアドバイスっていうものはどうかなって疑って最終的には取り入れないっていうのもありかもしれません。でも本当にね、このアドバイスっていうのは自分の人生の転機になって大きく自分を変えてくれるっていうことがあるので、大いにそのアドバイスとか指摘っていうのは、お釈迦様はどちらかというと受けやすい人になりなさいっていうことをおっしゃってます。
人から指摘をされたりアドバイスをもらうっていうことをされやすい人になりなさいっていうことをおっしゃってます。ただ取り入れる側としたら一旦そのアドバイスは受けておいて、でもそれをですね自分の深層に入れていくかどうかということはちゃんと自分で判断して、この人のアドバイスだったら取り入れてやってみようっていうちゃんとそのフィルターといいますかね、基準を持った方がいいと思います。実は私たちの体っていうのはそのようにできてます。ね、私たちが何か食べ物を食べますよね。でこれは私たちは自分の体の中に入れると思ってますが、実は私たちの体に食べ物を口から入れた、そしてこの口内から食道をこう通ってね、そして、腸を通って、そして胃を通過して腸を通ってとかって言って、最後肛門から便が排出されますよね。でこのね、この食べ物が口の中に入ってから、それから腸から肛門から排出されるというこの間の管は私たちの体の中であって体の中でないんですよ。これは私たちの体の中じゃないんですよ。この口の中から肛門までの管。体っていうのは、ね、私たちが美味しそうだと思って口の中放り込んだものをすぐ全部素直に受け入れるわけじゃないんですね。ちゃんと口の中に放り込んだらそれが腐っているとか、ね、あるいは体にとって害のあるものだっていうことを体が判断した場合には、嘔吐とか下痢とかっていう形で体はそれを拒否して排出しようとします。つまり私たちは食べ物を食べてる時にまず自分で判断する、ね、自分の意識が判断する。でそれを判断して自分の体にとって害がないなと思って口の中に放り込む。でも放り込んだ先で今度体の審査があるんですよ。体がその食べ物を受け入れなかったら排出していくんです。でその体が食べ物を受け入れたら自分の栄養にしていくんです。それと同じように私たちは外部から入ってきたアドバイス、情報、アドバイスに限らずですよ、様々なものを何でも素直になって全部最初から自分の内側の深層に取り込め。これは危険です。むしろちゃんと聞くべき人のアドバイスを聞く必要がある、ね、でもいろんなとこからいろんなアドバイスをしてくださる方あるじゃないですか。でもそのアドバイスが正しいかどうかっていうのは最初から判断はできないので、一旦はアドバイスを受けてみて、それでああなるほどそういう考え方もありますねって、でそこから先自分の知恵を使ってちゃんと検証して、そしてこれは取り入れた方がいいアドバイスだろうなと思えば取り入れてやってみたらいいと思うんです。そうすれば結果としてうまくいかないことがあったとしても自分で納得できますでしょ。そのアドバイスをくれた人を責めることはしなくなりますでしょ、ね、だからアドバイスを何かしてくださった方があったら、ああもういいですいいです聞きたくないですって言うとまたそれは衝突になるので、一旦自分でアドバイスをフロント部分で受けておいて、そこからでも自分でこのアドバイスは取り入れた方がいいのかなどうかなって言って判断をして自分の中へ取り入れていく、そういう癖をおつけになったらいいと思いますね。素直さというのは大事ですが、素直さというのは何でもかんでも全て自分の中へ取り入れていくってことじゃないんです。ちゃんと自分の知恵を使ってこれは取り入れていいものかどうかっていうことはきちんと自分で一旦ね検証してからそれを取り入れるということが、それが知恵です。何でもかんでもって言ったら毒から何からいっぱい入ってきちゃいますでしょ。でそうなると本当に、それは賢さではなくて愚かな人ということになってしまいますね。はい、ということで、ふみちゃんさんね、素直さっていうことを一歩間違えると危険なこともあります。ちゃんと自分で入ってきたものを自分の頭を使ってそしてちゃんと検証してみる。でその上でこれはいいなと思えば取り入れていくということが大切なことだと思います。アドバイスの受け方だと思いますね。ということで、一旦自分の中でちゃんとその外からのアドバイスということをフィルターにかけて、そして取り入れていく。決してそれは頑固ということじゃないんですね。それも素直さです。素直さということは、とにかくそのオープンに
自分に意見を求める、そういう姿勢であるということ。だけどそうやって入ってきた情報とかアドバイスに関しては一旦ちゃんと自分の頭で考えてからそれを取り入れていくっていうこと。それが素直じゃないかって言ったらそれも素直なんです。最初からね、もういいですいいです、聞きたくないですって、これが素直じゃないっていうことですね。素直であるということによってさまざまな人たちがアドバイスをしやすくなったり、あるいはいろんな情報が集まりやすくなったりするんです。でそれが入ってくるということはとってもいいことですよね。ただしそれを自分できちんと検証して内側に取り入れていく、その作業が大切だということです。どうぞ、素直にでもちゃんと自分で考えてアドバイスを選択したらいいと思います。頑張ってください。応援してます。